52歳の時は大丈夫だろうみたいな。ちょっと前立腺肥大かもしれないしな、誤差だったのかなというぐらいの。要精密検査を53歳の時にも。触診、お尻の穴から突っ込んで触られて、形とか硬さとか見るんですけども、やっぱ癌じゃないかなって、これは危ないっていう感じで。はい、それでは癌ノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストは大戸さんです。よろしくお願いします。大戸さんよろしくお願いします。はい。今日はね、前立腺がんの経験な大戸さんからお伺いしていきたいと思います。私ですね、がんノートの代表理事をしております、岸田と申します。私もがんの経験者でございますし、今日は MC を務めさせていただきます。その、ゲストの大戸さんなんですけれども、大戸さんは、はい、こちらですね。今、神奈川に在住されていらっしゃいます会社員の大戸さん。はい。前立腺がんに、罹患されまして、ステージ3、今ステージ4という形でございます。治療もね、薬物療法も手術も放射線もされていて、今も治療中、告知はね、53歳の時に、告知を受けられていったという大戸さん。はい。ブログネーム O という、形で、これまたね、後でもお話聞きたいなと思います。はい。それではですね、大戸さんの、ペーションジャーニーこれからお伺いしていくんですけれども、個人の経験談で特定の治療などは推奨しておりません。ご自身の病気は、主治医にご確認いただければと思います。これから感情の浮き沈みのグラフが出てまいりますので、こちらをご参照ください。どんと。はい。このような形でですね、大戸さんの、はい、グラフが出てきているんですけれども、大戸さん、これは自分でこう見てみていかがですかね？そうですね。マイナスのところが結構多いなという感じになって感じます。はい。ね、マイナス部分もあるんですけれども、その中でね、どういったことがあったのか、これから、大戸さんのお話をお伺いしていきたいなと思います。レイアウトをちょっと変えさせていただきます。はい。ここからですね、ちょっと初めに何があったのか、ちょっとお伺いをしていきます。まず一つ目。部署の移動ということで、これ会社の部署っていうことですかね、大戸さん。はい。はい。はい、そうです。はい。会社の部署。これは場所を移動したんですか？それとも、職種を移動したんですか？場所を移動しました。場所というか、場所を移動。やる内容が変わったって感じぐらいです。ほう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 。IT 関係のエンジニアをやってるんですけども、同じような、文の中でのグループが変わったという感じぐらいです。うんうん。はい。その中でですね、次こちら。定期検診で要精密検査となっていくということで、これは会社で受けている検診はい。ですかね？うんはい、うんうん。そうです。会社で受けている検診で要精密検査、これは何が引っかかったんでしょう？PSA という前立腺のマーカーなんですけれども、これが、異常値になってたということになります。そうなんですね。それがちょっと異常値だったということが分かっていて、そこから、はい、この後どうなっていくんでしょう？要精密検査なので検査をされていくんですかね、大戸さん。はい。実は52歳の時にも定期検診で引っかかっておりまして、で、それで近くの、泌尿器科のクリニックで、精密検査を受けて、その時は、誤差だろうっていう感じで返されまして、それが53歳になった段階での定期検診でも引っかかりまして、そこで、要精密検査ということで、やはり同じ病院に来まして、検査を受けました。で、そこで、がんじゃないかという話になって、もっとより精密な検査を行ったという流れになります。ということはあれなんですね。52歳の時は、クリニックに行かれて大丈夫だろうみたいな感じだったんですね。そうですね。ちょっと前立腺肥大かもしれないしなっていう感じのと、あと、7ぐらいだったかな。で、それが、精密検査の時にもう一回取り直すと、もうちょっと低くなってたので、誤差だったのかなというぐらいの感じで返されたという感じになっております。そこでね、またなんかこう分かってたらまた変わってくるのかなと思いますけど、それはばっかりは仕方ないですかね。そうですね、はい。はい。はい。そして要精密検査
を、53歳の時にも受けまして、そして、この時はまた同じクリニックに行ったんですか？その後。はい、そうです。うんうんうん。で、そのクリニックではどのようなこと言われたんでしょう？53歳の時は。そうですね。触診という、お尻の穴から突っ込んで、あの、触られて、形とか硬さとか見るんですけども、それで、やっぱ癌じゃないかなっていう感じで言われまして、で、そこから、近くの、あの、医療連携をしている病院がありまして、そこで、MRI と骨心地っていうのを、オーダーされまして、それと同時にもう生検をしましょうということで、そのクリニックで生検が、オーダーされました。ああ、そうなんです。触診なんですね。そうですね、触ってどうかという。あとエコーを取ったような気がするんですけど、そこはちょっと覚えてないです。ああ。お尻の穴から指を突っ込まれて、こう見られるんですね。前線そうですね。のそのところって。そっか。そうですね。大きさとか硬さとか見られて、なんかすごい硬いっていう感じで言われまして、で、これは危ないっていう感じで、もうすぐ生検しましょうという感じで、生検が先になって、で、それから、連携している病院の方で、できるだけ早く、MRI と骨髄値を入れてもらったっていう感じになります。そっか。そこでね、はい。先ほどもありました、癌だろうと。そのクリニックでもう言われたんですかね？そうですね。生検の結果を見て、あの、癌だという話で、あとグリソンスコアという、いわゆる癌の悪性度と、あとどれぐらいの陽性率かといいますか、12本針を刺したんですけれども、その中で半数以上が癌だったというところを言われました。はあ。癌の告知を受けた時の大戸さんの心境、これを見たらもう下がってはいるんですけれども、いかがでしたか？夫婦で受けたんですけれども、結構もう辛いなっていう感じでした。で、早め早めで治療を受けたいなっていう感じも思いました。やっぱりまさか自分がみたいなことは思ったんですかね？そうですね。妻の父親がやはり前立腺がんだったんですけれども、それで、自分が前立腺がんなのかっていうのはちょっと、あの、ショック、ショックはショックだったんですけど、そこまでの、大きなショックっていう感じではなかったかなと思います。後ほどちょっと、より、深刻な状況になってきて、アップアップになってしまったというのはあるんですが、その時と比べてもうちょっと軽かったかなというふうには記憶しています。うん、うん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 。まあね、その中でなんですけれども、告知を受けられてね、どうなっていくのか、はい、先ほどちょっとお話、ありましたけれども、はい、その後、転院をされていくということで、で、ね、薬物療法、ホルモン療法も、注射を受けられていくということですけれども、そのクリニックから、病院を、紹介されていく形になるんですかね？はい、そうです。ちょっと、病院が遠いけれども、サクッと切っておいでって言われてまして、サクッと切って終わるわけではなかったですけれども、その時はそれぐらいの、あの、軽いって言いますか、そこまでの深刻ではなかったような感じの告知ではありました。で、転院しまして、すぐ、どうしますって言われまして、ホルモンを打ってもらったという形です。で、そこから、PSA が下がらないと、次の治療とかできないから、とりあえずホルモンだよねっていう感じで、あの、治療に入りました。うん。この転院っていうのは、あれですか、なんか、大きな病院に行かれたっていう感じなんですかね？はい、そうですね。がんの専門病院になります。そのクリニックの先生の、同じ大学の出身の先輩なのかながいらっしゃるという病院でして、で、そこで紹介してもらって入ったという形になります。うんうん。そうだったんですね。はい。ありがとうございます。そしてですね、この後、
ですね。転移がないと判明していくということなんですけれども、転移がないと判明、これは転移があったらまた変わってくるっていう感じなんですかね？そうですね。転移があると、もうステージ4ということで、あの、ちあの、手術とか放射線による、あの、根治を目指した治療っていうのは受けられない。全身療法になるって感じです。で、実は眼根治の際に、MRI を取ったんですけれども、転移かもしれないなというところが、えっと、なんて言いますか、ま、背骨に、若干光るところがありまして、で、それで転移、ないだろう、大丈夫だろうみたいな感じで、転院したんですけども、そこでやっぱり、怪しいから、もう一回、検査したいっていうことで検査しまして、で、転移があるかないかよくわからんけど、ホルモン治療してるって、あの、それが効けば、転移だったっていうことで、見ましょうみたいな感じで、ホルモン治療しまして、で、結局、増えても減ってもいないと言いますか、ちょっとだけ影が薄くなった感じもしたんですけど、転移がないっていうのでいいんじゃないっていう感じぐらいの軽い感じで流されまして、いいかな、これでっていう感じでは、あの、進むことになりました。そんな感じで、変わっていくんですね。うん。一応、その病院では、疑わしい場合は、見なかったことにしましょうみたいな、なかったことにしましょうみたいなところが雰囲気があるのかなっていうふうに思います。ただ、ちょっと後の方でもちょっと話をしますけれども、放射線科の方に放射線を打つ、あの、ことがありまして、その際に放射線科医からは、その背骨の方は転移だったんだと自分は思うんだけどなっていう感じのことは言われました。泌尿器科の先生は、転移なしとして判断はしていたという感じです。だからこの時点でちょっと背骨の方になんか、はい。そういうのが見えているような感じだった。で、そはい。れは一応、検査の項目とかはそこら辺、変動がないから、大丈夫だろうなみたいな形の推測で進んでいくということですね。そうですね。泌尿器科としては転移なしという形で進んだという形です。はい。そしてですね、その後どうなっていくのかと申しますと、こちら、PSA の値が上昇し、薬物療法、で、ホルモン療法、次はビカルダミドをされていくという風な形ですけれども、その転移なしとなっていった中で、ただ数値が変わっていくんですかね、この PSA が。そうですね。一番最初に転院した時に、泌尿器科の先生からホルモン療法の注射だけで大丈夫だろうみたいなことを言われまして、で、自分が飲み薬も必要なんじゃないかっていう話を言ってたんですけど、いいんじゃないって感じぐらいの軽い感じで流されまして、で、やっぱり上昇したじゃんっていう感じぐらいなんですけれども、それで、上昇しまして、飲み薬を飲んでっていう。でもあんまり、結果1年ぐらいかな、1年半ぐらいは思ったんですけれども、また上昇していくって感じにはなっています。ちょっと後でまた説明します。はい。なんか、あれっすね。そのその泌尿器科、大丈夫なんかな？なんか、あの、太田さん、なんかすごい不信感とか持たなかったですか？大丈夫でした？いちょっと大丈夫なのかなっていう気もしてはいたんですけども、まあ、がん専門病院だし、いいかなっていう感じでは思ってはいて、いました。そっか。多分ね、これは、あくまでも、大戸さん側からの、意見なので、またね、病院側からだったら、病院側でまた違う意見かもしれないですけど、そこら辺ね、皆さん、客観的に、ご覧いただければ嬉しいなと思っています。そっか。で、BSA で、ホルモン療法をされていった中で、え一旦減少はしていくんですね。はい、一旦減少します。で、で、この時は減少してから、あと根治を目指した治療が受けられたという形です。で、それがこちら。はい、手術で前立腺の全摘ということで、これはもう手術しましょうとなっていくんですかね？
一応手術にするか、放射線当てるかっていう話は、両方とも提案はされました。で、手術の場合は PSA ここまで下がってほしいとか、あと、放射線の場合は、まあ、ここまでぐらいで下がってくれれば打てるよとか、そういう目安も言われました。で、私としては、全摘の後に注射放射線もあるっていうことで、手術の方がいいなとか、あと放射線の場合は1ヶ月半とか通わないといけないので、やっぱり手術だと、まあ、10日ぐらいの入院で、有給使って、休めて、まあいいかなっていう感じで、手術の方を、目指しました。うーん。僕、すみません、お父さん、あまり僕、前立腺全摘の手術ってよく知らないので教えてほしいんですけど、これは回復手術みたいになるんですか？それともなんかこう、ロボット手術みたいな、そんな感じになるんですか？ロボットで、その病院はロボットを結構推奨していまして、お腹に穴を開けて、ロボットのアームを入れて、で、そこで、切っていくっていう形になってました。おー、太田さん、ロボット手術いかがでした？結構体に負担少なかったですか？少ないという記事がよくわかんなかったんですけども、一応回復はまあ早めに回復したのかなっていう気はしております。うんうんうん。術後痛くなかったですか？気持ち悪さとか吐き気がすごくありまして、大変でした。あと、1日目、2日目は結構痛くて、あの、なんか麻薬系の、鎮痛剤も、なんかプッシュ式で、提供されたんですけども、結構押しても効かないとか、押したら気持ち悪くなるとかで、結局、なんか、まあ、泥を見ながら痛がって、で、ぐるぐるしてっていう感じのことが2日ぐらい続いてたのは覚えてます。そっか。まあ、数日はこう痛くてっていう風なことだったんですね。そうですね。はい。うん。はい。そしてですね、まあ、その前立腺の手術受けられていった後に、退院されていきます。ただすぐ腹痛で入院ということで、どれぐらいで退院をされていくんでしょう？1、2週、えーっ1、2週と、間？10日ぐらいだったかな。うんうんうん。で、退院しまして、すぐ、腹痛があって、で、入院して、で、3日ぐらいで、まあ、何も、結果がわからなくて、まあ、便秘で、便が溜まってるのかなっていうぐらいの感じで追い出されまして、で、また、ひどい腹痛がありまして入院して、で、そこで、あの、まあ、ちょっと後で説明しますけど、腎盂腎炎とかがあって、まあ、長期の入院になったっていう感じです。はい、それがこちらですね。腎盂腎炎、腎嚢瘍、そして敗血症ということで、これは、トリプルパンチが来たって感じですか？そうですね。腎盂腎炎で重くなって腎嚢瘍になってて、で、そこから多分、大腸菌が、血液の中に入ったんだろうということで、敗血症になったっていう感じです。おー。これは先ほどの腹痛とは関係ある？ない？関係あるようなんですけれども、私としては、手術の際に、あの、尿道を一回切ってくっつけるっていう作業が必要なんですけども、そのくっつける際に、ほんの少し、ほんとに見えないレベルで穴が開いていて、で、尿を、排尿した際に、それがほんの少し漏れて、激痛になってたんじゃないかなというふうには思っています。ただ、画像とかでは全然見えないレベルなので、判断はできなくて、で、症状としてはそこら辺に穴が開いてたので、まあ、菌が入っちゃったっていう形なのかなとかいうふうには考えています。大本さん的にはね、そっか、はい。で、まあ、まあ、その腎盂腎炎になっていってっていうのも、その手術の、まあ、影響でなっはい。て、で、敗血症までってかなり重症じゃないですか？はい、重症です。はい。で、ネットで敗血症の死亡率を見るとかなり高くて、妻と
って感じで、思ってました。癌よりも怖いじゃんっていう話で、まあ、癌告知の際にそこまで重く感じてなかったので、それよりも肺血症の方が怖いよねっていう話は言ってました。え、ちょっと待ってください。ということは、まあ、手術終わって退院して、まあ、もう一回ちょっと入院して、またすぐ退院して、で、そこから、はい。まあ、腎炎から敗血症にまでなっていった。敗血症、その時は入院はしないんですか？治療とかで。ずっとどうする？入院してました。抗生物質をずっと打ってました。ああ、じゃあ、その、また、腎盂腎炎みたいな形になった時に、また入院されていくんですね。はい、そうです。ははは。で、はい。治療を受けられていってっていう風なところで、じゃ、かなり結構大変な状況であったってことなんですね、この時は。そうですね。その時は3週間ぐらいで手術を含めて、で、腎盂腎炎の後にもう一回入院してるんですけども、それを含めて、まあ、2ヶ月くらい入院してました。うわ。ま、その治療が奏功して、まあ、良くなったっていう認識でいいんですかね？その後は。はい。そうですね。良くなって、で、帰されて、で、また熱が出て、はい。で、入院したっていう感じです。で、その時はあと、もらった薬の副作用だっていうのが判明しまして、別の薬をもらって、で、熱が下がったので、まあ、大丈夫だろうということで退院したという状態になってます。あ、すごいですね。じゃ、ここの時はほんとに入退院を繰り返してっていう形だったんすね。そうですね、はい。あ、で、それが終わってから、まあ、前くらいかな、終わってくらいかな。手術して PSA 測ってみるとあんまり下がらなくて上昇に転じてしまったので、一回手術の後に、ホルモンの飲み薬の方をやめてたんですけれども、上昇したということで、もう一回、ビカルタミドを服用し始めたっていうことになりまん。す。うん。いや、せっかく手術したのにまた上がってるっていうのはちょっと、ね、お父さん的にもショックですよね。はい。そうですね。はい、そんな中でちょっと上がりますが、尿漏れパッド使用終了ということがあります。これは尿漏れパッドをしていたのをしなくて良くなったってことですよね？そうですね。あと3ヶ月ぐらいかな。手術から3ヶ月ぐらいでほとんど尿漏れはなくなってたんですけれども、あの、ちょっと怖くて続けていたっていうのが、なんかめんどくさくなってきて、尿漏れパッドを外してしまったっていうところが、これぐらいですね。1年経ってないぐらいかな。なんかそれぐらいで、もうやめました。うん。やっぱやってたら、なんすかね、大戸さんの QOL、生活の質に結構支障あった感じなんですか？最初の頃は結構漏れがひどかったので、QOL 的にはちょっと低かったです。それがそこまで漏れなくなって、まあ、パッドをつけるのがめんどくさいなとかいうのはあったんですけれども、そこまでの下がり方はなかったかなと思います。うーん、そっか。じゃ、もう使わなくても、もう大丈夫だろうということで外されていくってことですね。そうですね、めんどくさくなってってっていうことですね。うんうん。ま、めんどくさいが一番多分大きいんですかね、大戸さん中で。はい、そうですね。うんうん。はい。で、使用終了していって、その後、はい。放射線療法に入られていきます。前立腺後へ64グレイをされていくということなんですけれども、はい。これはもう、あれですか、やっぱ PSA 上昇しているしということで、放射線を当はい。てていこうという判断ですかね？そうですね。ほんの1ヶ月ぐらい下がったんですけども、それが全然ちゃんと下がってなくて、やっぱり上がっていくので、あの、まあ、強制抵抗性になってるっていうこともありますし、あと前立腺後に中細放射線療法というんですけれども、うんうん。それを当てることによって下がる場合があるから、まあ、当ててみようという感じで当てました。はい。今なんか虚勢抵抗性になってるっていうお話がありましたけれども、はい、すいません、ちょっと教えて欲しいんですけれども、虚勢はい。抵抗性って何ですか？ホルモン療法を行ってるに関わらず、あの、PSA が上がっていく状態っていうことになります。
ホルモン療法がもう効かなくなってきたっていう状況なんうです。ん。で、通常ですと、効かなくなってきたときに、転移がなければ、アーリーだとか、そういった、薬剤に変更。で、転移がある場合は、エクスタンジンとかに変更っていう形で、次の、次世代のホルモンがありますので、それに切り替えるという感じになります。ちょっと後で、話が出てくると思いますけれども、そういう感じはい。で変更をします。はい。で、放射線療法、64ぐらいこう当てていかれまして、その後、残念ながらこう骨転移が分かっていくと。はい。これはどちらに骨転移していったんでしょうか？恥骨という骨です。うんあの、結構前立腺に近いところの、骨盤の下の方にある骨になります。そっか、骨転移されていて、これ結構こう下がっているんですけれども、大戸さんの心情的にどうだったんでしょかなりもうステージ4に上がってしまうので、これはもう無理なのかっていう感じで、結構へこみました。う？そうですよね。結構、ね、骨転移、そこにされて、ね、恥骨にあるというのが分かっていて、そこから放射線療法。また放射線が続いていくんですね。はい、そうですね。骨繊維部分に、治療量の、放射線を当てました。で、1箇所だけなので、放射線を当てるっていう方法が推奨として、2、3年ほど前かな、中止になりましたので、私の方は、主治医に対して、放射線当ててほしいっていうのを懇願しまして、当ててもらいました。あ、大戸さんから主はい。治医に提案したんですね。そうですね。はい。まあ、うん。やりましょうって。その、手術終わってすぐぐらいで、手術をしていただいた主治医の先生が、定年で、退職されまして、で、次の、あの、先生に変わりまして、その先生が、新しいこととかも結構勉強されたりとかしているので、結構、すんなり聞いてくれるようになってました。おー。じゃあその先生に、ご提案して放射線療法をさせてもらい、そしてその後、ホルモン療法を、はい、薬剤を変更されていくと。はい、そうですね。で、ビカルタミドがもう使えないので、二次ホルモン療法、次世代のホルモン療法ということで、エクスタンジ。これは、転移がある場合によく使うものになります。あと、ザイデガとかもあるんですけど、日本の場合はエクスタンジが、先に使われる場合が多いということで、エクスタンジになってます。ホルモン療法を変えられてみてどうでしたか？なんか、え副作用とか変わってくるんですか？はい。副作用はビカルタミドよりは重かった感じです。やっぱりホットフラッシュとか、いわゆる更年期障害的な、症状とかが、あって、体がだるいとか、そういったのはあったんですけども、そのうち、慣れてきて、気にならなくなってきたっていうのはあります。おお、そうなんですね。やっぱ慣れるんですね。私の場合は慣れてきたって感じです。はあ。その治療をね、続けられてきて、そしてその後、残念ながら PSA が上昇していく、こういはい。う形になるんですか？はい、そうです。10ヶ月ぐらいかな。で、PSA がまた上昇し始めて、これで、もうあとは抗がん剤しかないっていうぐらいになってきてるので、かなり落ち込みが激しかったです。そうですよね。先ほどの骨転移と同じく、本当にかなり下がってますよね。やっぱ治療はい。方法が限られていくって中で、その不安からやっぱ、こう下がっていってるんですよね。そうですね。もう最終段階なので、そうですね。どうしようもないっていうくらいになってます。で、それで、やっぱりちょっと会社の、仕事の状況もあったりとか、病気がこういう、もう最終段階に突入しつつあるっていう状態で、メンタル基金ということで、あの、もう、ちょっと休職に入ったっていう状態になってます。ああ、そっか。
はい。ここで給食に入られていき、ただここでちょっとね、上がっているのが、せめてものちょっとね、救い的な、形なのかなと思いますけど、それがこちら。治験に入る、薬物療法していくというこはい。とで、ここから治験に入られていくんですね。はい、そうです。たまたまなんですけれども、あの、主治医にはずっと治験に入りたいって、なんかいいのがあったら入りたいっていうのを言ってまして、で、それで、あの、その育産時抵抗性になった段階で、別の科の先生を紹介してもらって、で、その先生から、治験としてこういう感じの方があって、入れるよっていうか、入れる可能性あるよっていう形で示していただいて、で、2回目、その次の月でやっぱり、入りたいっていう話もずっとしていて、で、その時に、PSA が2を超えたので、ま、だい治験に入れそうだよっていうことで、スクリーン受けて、で、入ったという形になります。これによって、通常の、治験とかを考えない場合、標準治療ですと、ドセタスキセルっていう、抗がん剤になるんですけども、そこに至る前に1枚って言いますか、一旦他の抗がん剤って言いますか、そういう、細胞を殺すための薬っていうのを入れることができるっていうことで、治験っていいなっていう感じで思っていたんですけど、実際に治験に入れて、そういう薬物療法に入ったという形で、ちょっと一枚ハードが増えたなっていう感じで、ちょっと助かったかなっていうので、アップになってる感じです。ああ、そっか。その選択肢が増えてね、上がっているそうです。っていうところですね。はい。危険なので、実際のお薬とかそういった薬剤名とか言うことは難しいとは思うんですけれども、どうですか？治験をやってみてのその感想というか、ちょっとなんか今の感触、治験って結構大変じゃないですか。毎回こういろいろなこと聞かれたりだとか、なんかはい。専門のね、医療者さんにこうデータ取られてだったりだとうん。か、どうですか？やられてみて。えっと、血液を抜かれるのがそんなには辛くはないんですけども、血管を探すのが結構大変で、結構失敗されたりとか、そこで大変でしたね。で、今ポート入れてる CV ポートというのを入れてるんですけれども、CV ポートから、採血できないものっていうのがいくつもあったりしていて、なかなか大変だなとか。あと、そうですね。治験薬、あの、通常ですと治験薬が、プラセボかとか、いわゆる標準治療ですね、かっていうのは選べないし、その後どっちに入ったかっていうのは、公開といいますか、知らされないっていうのが普通なんですけれども、私が入ったのは、その選択標準治療とその治験薬群っていうのは、選択はやっぱり、ランダムではあったんですが、どちらに、なったかというのは知らせてくれるという治験でして、で、治験薬側に入ったというのは知らされて、で、それで受けてる状態になってます。あ、そうなんですね。そうなんですね。はい。なんか治験入るとどっちが自分かっうん。てわからないようなイメージですけれども、大戸さんのやつはわかる、治験だったんですよね。はい、そうです。で、その治験薬を投与される間隔が結構短いっていうのと、あと治験薬を投与された後に、かなり重い副作用がありまして、なかなか大変だなっていうので、月の半分ぐらいがそれにかかってる。で、ああ、ダウンタイムが結構長いっていう状態が続いていて、結構大変だったなっていう気はしております。そっか。いや、そうですよね。新しいお薬っていったところもあってね、そこのことっていうのも結構いろいろ、大変なことも多いのかなということを思います。はい。ね。ああ、あのドセタスキセルも結構副作用が大きいので、どっちが良かったかというのも何とも言えないんですけれども、まあ、ドセタに行く前に1枚噛ませてもらったからいいかなっていう感じでは思ってやってうん。ます。っていうことですね。はい、ありがとうございます。そんなね、もっとね、いろんなお話お伺いしたいんですけどね、またちょっとえ
ちょっと後でもちょっとお伺いをするかなということを思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい。それではですね、ここから各項目に分けてちょっとお伺いをしていこうかなということを思っております。まず一つ目の項目といたしまして、病院や治療の選択という項目になります。これはね、SDM と呼ばれる、シェアードディシジョンメイキング、医療者とね、患者さんと一緒になって、こう治療方法、そういった、共同意思決定決めていこうという風な形にはなるのですあの、なるのですが、大戸さんの場合、かなりね、医療者の方にご提案していったりだとか、結構積極的にこう、されていったなという風な印象なんですけれども、はい。大戸さん、ちなみになんですけれども、その、医師、ここでね、いろいろやっていこうってなった時に、ここでちょっと、医療者が変わっていったっていう風なことをお話しいただいたかなと思います。定年退職で先生が変わっていってみたいな、ことをおっしゃっていただきましたよね。はい。はい。先生が、変わる前と変わった後で全然やっぱ対応違います？そうですね。ちょっと違いますね。うん。なんかえ、じゃ変わる前はちょっと、とっつきにくい感じだったんですけども、変わってからはちょっと、あの、と話しやすいというか、ちょっと軽すぎるノリがあったので、そこはもうちょっと抑えて欲しいっていうのは、別のところから、インプットさせてもらって、で、なんとなく変わったっていう感じです。で、またああ、治験が入った時にはまた先生も変わってますけれども。そうなんですね。はい。じゃあその軽すぎるっていうのはちょっとなんか、ポップな感じってことですかね？結構状況が悪いはずなのに、大丈夫ですよっていうのを連発されて、いや、大丈夫じゃないじゃんとか言って思ってたので、そこはちょっと、一緒まではいかないかもしれないけど、トーン軽すぎだよっていうのは言ったことはあります。先生に直接言わなくて、別の先生から言ってもらった感じにはなったんですけど。その別はい。の先生っていうのは何か違う、ことで一緒になった先生ですか？そうではなくて、あの、実はが告知の前ぐらいが告知して転院してすぐぐらいの時から、あの、主要精神科という精神系の、うん、あのを受けてまして、で、それカウンセリングも受けてました。で、カウンセリングの先生から、先生に、ちょっと軽すぎるんですよって話をしたところ、じゃあ伝えときますみたいな感じで伝えてもらったという感じです。そうなんですね。だはい。からここでそういう精神科の先生を見てもらっていて、その先生からちょっと言ってもらったっていう形なんですね。うん、ふそうんふんふん。ですね。まあ、私が言ってくださいとは言ってないんですけど、私が、そうやって不満をこぼしたら、言っときますとか言って感じで、うん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 。伝わってしまったって感じです。うん。大戸さん的には伝わって良かったですよね？結果的に。そうですね、よかった。うんうん。結果的に良かったです。はい。で、ええ、主治医は3人いるって感じ、3人目のそうですね。主治医その時ね。と、この時と、今ははい。に入ってい治験るので、はい、そうです。治験いうこの先生です。先生ですね。はい。そしてですね、その治験に入るっていったところです。ちょっと、その治療の選択といたしまして、今自分の、なんでしょう、ちょっと待ってください。その前にお伺いしたいのは、治療の中で、大戸さんが何かこう、なんでしょうね、迷った選択っていうのはありましたか？この中の治療で。迷った選択というのは、一応、手術がしたいっていう感じのことは、前面には出てたんですけど、やっぱり放射線とか、あと別の病院で行ってるトリモダリティという、朝鮮人プラス外傷者プラスホルモンという、方法があるんですけども、それの非再発率が高いという話があって、他の病院に行くのかとか、ちょっと遠いよなとか、で、悩んだりとかはしたことはあります。ただ、ちょっとなんうん。か他にあった時に、それ以上の手段っていうのが限られてくるので、やっぱり病院を動かない方がいいだろうなということで、
その病院で提供している手術と放射線のどっちかなっていう感じで、手術を選んだっていう感じにはなります。そっか、その手術を、先ほど、おっしゃっていただいたように手術と放射線になった時に、手術した後にまた放射線もできるからということで、まず手術を受けられていったってことですはい。よね。はい、そうです。お手さんの場合はね。はい。そしてですね、ちょっとお伺いしたいのは、その後、この治験に入る、入らないっていったところに関しては、はい。治験、何でしょう、先生から、これはまた違う先生から提案してもらったんですよね。はい、そうです。えっその違と、う先生ははい、すいません。泌尿器科の先生に、治験やあれば入りたいっていうのはずっと言っていて、で、それを手術終わって、放射線を転移のそうですね、骨転移があったあたりぐらいからずっと言ってる話になります。で、そこで、育産時の抵抗性が出たあたりぐらいで、治うん。験ありますよっていうか、繋げられますよっていう感じで、あの、繋げてもらったという形です。繋げますよっていうのは、泌尿器科の先生が言ってはい、くださったんですかね？そうです。はい。で、そこで、別の科の、いわゆる、あの、薬けん物療法をやるメインの、うん。あの、科があるんですけども、そこで、やってる先生が、治験に関しての情報を提示していただいて、これから、こういう治療があるよっていう感じで、標準治療3つぐらい、4つかな、3つか言われまして、で、その中あと治験っていう手もありますよということで言われまして、で、治験としては今、こういった、治験があるんだけれども、私のに対しては、これが一番いいかもしれないなという話を言われて、じゃあそれいいですねっていうことで、あの、参加表明したということになりまうーす。ん。ね、こればっかりはやっぱ治験を受け付けてるタイミングとかね、色々あったりとかうん。するので、そこはね、ちょっと皆さんも主治医の先生に、そういったところはご確認いただければと思いますけれども、やっぱ大津さんとしてはやっぱ1枚選択肢が増えたっていうことで、それに入りたいですっていうことになっていったってことですよね。はい、そうです。うんうんうん。ありがとうございます。次に質問をお伺いしていきたいと思います。辛かったこと、副作用や後遺症などっていうことあります。先ほどね、敗血症近くまで行ったっていうことであったりだとか、もちろんね、PSA 上昇だったりとか、尿漏れの話だったりとか、いろいろありましたけれども、これが印象に残って、もしくは大変だったなっていう副作用や後遺症は、大津さんの中でいかがですか？やっぱ大きく2つありまして、1つが、やっぱり敗血症まで行っちゃったっていうところが辛かったです。本当にうん。死ぬんじゃないかなって思った状態だったので。で、もう1つが治験に入った後の治験薬の副作用が想定以上に重かったという状態です。想定以上に重い。先ほどもね、お話しいただきましたけれども、やっぱり大変きついですか？そうですね。全身筋肉痛になって、他のいろいろな症状はあるんですけど、一番重かったのが、やっぱ筋肉痛がひどくて、で、その副作用止めを飲まないと動けない。飲んでも痛みが取れない。で、1週間ぐらい寝込んでっていうのが、ま2回、3回ぐらいかな。投与で、もうちょっと続いたかな、投与でありまして、今回の、投与の後は比較的軽かったんですけども、それまでは結構重くて、ほんとにこれ続けられるだろうかと思ったぐらい辛い感じではありました。ああ、そうなんですね。そっか。今は寝込んでるとか大丈夫ですか？今。はい、はい。あの、こんえっと、前前回というか今回8回目の投与なんですけれども、その投与の際には投与の後は、副作用があんまりなかったという感じで、良かったなっていう状態になっています。それはやっぱ、副作用の出方って変わるんですね、回数とかによって。そうですね。この治験薬の場合は、軽くなるというふうには言われてます。ただ、
軽く、確かに軽くはなってる感じはします。ただ、結構重い状態がずっと続いてたので、本当に軽くなるのかっていうのは、ずっと疑問ではありました。ああ。今はね、ちょっとでも軽くなって良かったなと思いますけれどうん。も、ね、この治験、今、やられていて、そういった副作用とか、っていったところで大変だったということですね。はい。そしてですね、ちょっと次お伺いをしていきたいのは次こちら、家族やパートナーのことといたしましてですね、奥様がいらっしゃるということですので、奥様と一緒にね、がん告知を受けられてっていうことでもありました。その時のちょっと反応であったりだとか、家族の支え、それに関しては大戸さんいかがでしょうか？そうですね。結構ポイントポイントで、ついてきてもらって、で、一緒に看護の告知を聞いたりとか、転院の際に話を聞いたりとか、あとなんか主要なポイントでの治療とかでは、一緒に聞いたりとかしていました。で、がん告知の際には、妻の前にもちょっと話をしていたんですけど、妻のお父さんが前立腺がんで、今ホルモン治療でずっと経過していて、で、これぐらいなのかなっていうぐらいのちょっと軽めの気持ちではいたっていうところで、本当にショックで寝込むっていうほどではなかったのは、感じではありました。で、その後、ずっと、そばにいて、私の話とか聞いてくれたりとか、あと何が食べるのがいいとか悪いとか言われたりとかして、私はそんなにあの、食事で縛られるの嫌だなとか覚えつつも、なんかよくいろいろな情報を集めてきて、これどう、あれがどうっていうのはよく、話はしています。そういった意味では、なかなか、良かったかなと思っております。うん、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 うん。そうですね。そういう、サポートをしていただいてという風な、形で、あの、なそうですね。なので、入院中も、奥様が支えてくださったりということですよね。そうですね。何回か会いに来てくれたりとか、あの、しあと夜、私が辛くない時は、ビデオ通話をしたりとか、よくしていました。そっか。そういった支えがありがたかったっていうことですよね。はい、そうです。はい。そしてですね、ちょっと次お伺いしたいことは次こちらになります。お仕事のことといたしましてですね、今、休職中というお話もありましたけれども、お仕事をどのように休職されていったのかであったり、会社とのコミュニケーションどうされていったのかっていうところをちょっとお伺いしはい、ていきたいなということを思います。まはい、ずちょっと、大戸さんにちょっとお仕事のところでお伺いしていきたいのが、この、最初の方はホルモン療法なのでお仕事を続けながらってことですよね。はい、そうです。はい。そして手術をするときに、お仕事休めるし、手術しようみたいなお話もありましたけれども、この時うん。は、一度休職されるんですかね？おいや、休みとして。そのまま有給休暇で乗り切りお、ました。で、有給実際は敗血症になって、入院とかもしてとか、4回結局計4回入院してるんですけども、それで2ヶ月間全部有給で、ええ、有給で2ヶ月がまだあったのがこの時、すはい、ご。はい。はい。そして、じゃあ休職を実際されていくのは、やっぱこの時なんですかね？そうですね、ホルモンでエクスタンジンとの抵抗性が出た段階で、あの、もうちょっと心が壊れちゃって、休んじゃったという状態になってます。ああ、そっか。ねえ、心が壊れてっていうお話もありましたけど、やっぱり最初からね、精神科も通われていたっていうところで、やっぱ結構心に来るものがあったんですよね。そうですね。骨転移があった段階とかで、休職してもよかったのかなとか思ったりとか、あと、断続的に手術の段階で、2ヶ月間ぐらい休職しても1ヶ月とか休職してもよかったのかなとかは、今振り返ると思ってはいるんですけれども、なんかよく頑張ったなっていう気もしています。うんうんうん。で、放射線をやってた時に、あの、そうですね、前立腺跡の
放射線が1ヶ月半通うことになったんですけども、会議の合間を縫って、病院に通って、治療を受けていて、結構大変だったなというか、のもあります。いや、そうですよね。64ぐらい、これ、まあ、ざっくりどれぐらい通われたんですか？えっと、土日祝日を除く、平日すべてで1ヶ月半、33回ぐらい。わあ。そう、本当にすごいですね。毎日、はい、病院に通われて、平日ね、行かれたということで、その時もお仕事は、お仕事合間を縫ってということでしたけれども、ちょっとここで2つお伺いしたいのが、癌と分かった時に会社にどのタイミングでもちろん有給もらう時には言わないといけないのかなと思うんですけど、どのはい。タイミングでお伝えしました？が告知の際に、告知終わってすぐぐらいの時かな、上長にも話をしています。あと、その、会社の、あの、産業医にも話をしております。で、必要があれば、上に伝えて構いませんという形では伝えていて、手術等があった時にはまたご連絡しますというくらいの感じで、話しておりました。で、手術に入る際に、手術に入るので、休みますという話とか、あと、休みがどんどん長くなっていて、ずっと休みますっていう感じでは、上司に伝えたりとか、あと、そのグループメンバーには、上長から話してほしいって言われまして、話したりとかはしていました。で、放射すると、かな。そんな感じです。会社の反応というか、グループメンバーの反応とか、いったところはいかがでしたか？治療優先で大丈夫ですよっていう感じのことを言われてたんですけれども、パフォーマンスがあんまり上がってなかったので、評価がどんどん下がっていったっていう感じです。言ってよかったのか言わない方がよかったのか、微妙なところではあるなと振り返っては思ってます。難しいですね。そこね。確かに、やっぱ仕事している限り、評価もついて回りますもんね。はい。この時に、休職を、される時は、もうそれはもう産業医の方と、上司と話し合って、じゃあ休職しようっていう感じ、お伝えするんですよね。はい、ちょっとメンタル的に本当に壊れてたので、急速に、休みを決めたという感じになってます。スムーズに休めましたっていうか、もう休まざるを得ないっていう感じかもしれないですけれども、それはもうスムーズにいきましたか？スムーズにいきました。もう休まざるを得ない状況だったので。休まざるを得ない状況だったといったところですね。はい。今も休職されているというふうなことかと思います。次にですね、ちょっとお金や保険のことについてお伺いをしていきたいんですけれども、お金や保険、治療費、どれぐらいかかっていますかであったりだとか、民間の保険ですね。こちら入られていますかっていうお話なんですけれども、大戸さんいかがでしょうか？今、長期間治療されていて、結構お金がかかっているんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょう？一応、結構かなり若い頃に、アフラックのがん保険に入ってまして、結構安いやつだったんですけれども、それでがん保険の見直ししようかなとか、妻と話してた際に、もうがんが見つかっちゃって、ありゃーって感じになったっていう。でも入っててよかったなっていう、古いタイプだったんですけども。それと、あと会社の団体保険に入ってまして、で、がんの治療とか入院が継続する場合はちょっと出たりとかしていましたので、少しは余裕があったかなって思います。ただ、治療が重なっていくうちに、イクスタンジって結構高い薬ですし、どんどんお金がかかってくるので、辛いなっていう感じにはなってはきてました。で、治験に入ってからは、治験に関わる、費用は
その製薬会社が負担してくれるということで、ちょっと楽にはなったかなっていう感じです。ただし、副作用に関しての治療とか、入院に関しては出してくれないので、その分、入院もちょっと入院したこともありまして、お金がかかっちゃったっていうのはあります。そっか、そっか、治験でもそうなのか。なんか全部無料なイメージありましたけれど、そっか。副作用に対する対応は自分で払わないといけないね。多分治験の枠組みによってだと思います。ただ私が参加している治験は、これこれまでは、製薬会社が負担しますっていうのは明記されているので、そこから外れた入院とか、薬で出してもらうとかっていうのは全部お金がかかってるって、こちらが払わなくちゃいけないっていう状況でやってます。そっか。そう、もうあれですよね。全部合わせるともう100万とか普通に超えてますよね。治験、いろんなものを合わせると、はい。はい、そうですね。高額医療制度で、療養制度で、キャップがかかってるんですけれども、結構かかってます。もう、かなりっていう。ちなみにそれは民間の保険だったりとか、そういった団体の保険だったりとか、そういったところで、はい。賄えてはいるんですか？一部賄えてはいますけども、全部ってわけではないですね。じゃあそういったところは貯金などからっていう感じになってしまうんですそうですね。ね。はい。通院でお金が出るタイプの保険ではなかったので、結構通院でとか、あとホルモン療法でもお金が出ないので、そこら辺は結構お金かかったなと思います。そっか、そういう形なんですね。はい。なんか、出て欲しいところに出なかったってやつなんですね。そうですね。手術と放射線は出るタイプだったんですよ。あと入院もなんか20日以上だったかな、入院してる場合は出るとかいうので、1日単位で1日から出るタイプじゃなかったので、それもちょっと悲しかったかなって思います。最近のがん保険なり、普通の保険なりはもっと最初から手厚いものになってたりとかするので、早めに見直ししておけばよかったなっていうのは思っております。大戸さんの場合はね、そういった形だったということですね。はい。はい、はい。そうです。で、ちょっと次にですね、こちら、工夫したことについてお伺いをしていきたいなと思います。工夫したこと、これは、がんの入院中でもいいですし、それ以外のことでも、大戸さんが、これ、こうしてよかったなっていったこと、もしあれば教えていただければと思います。はい。放射線をする前ぐらいまでは結構歩いたりとかして体力維持っていうのはしてたんですけれども、放射線あたり打ったあたりぐらいから、ちょっと体力がなくなってきて、そこまで歩けなくなってきたりとかしていて、で、抗がん剤になってからさらに歩けなくなってしまったっていうのがあって、これはちょっと体力維持というのはなかなか続けるのが難しいなっていう感じています。ただ、体力維持は重要かなと思っていますよ。体力維持っていうのを、大戸さんなりに、補助線される前まではずっと歩いたりとかされていて、今もちょっとそれに、試行錯誤されているって感じですかね、体力に関しては。そうですね。はい。はい。そしてですね、ちょっと次こちらですね、お伺いしていきたいのが、情報のことですけれども、大戸さんかなり、情報をいろいろ持たれていてね、ご自身から、医療者に提案していったりだとか、治験の情報、治験に関しては、自分が欲しいっていうことを言って繋いでいただいたかと思うんですけど、普段の癌に関する情報、もしくは治療に関する情報って大戸さん、どういった形で手に入れてましたか？基本的には、ネットで見て、で、あと検索かけてとか、ガイドライン読んだりとか、あと、なんか良い方法がないかなと思って論文まで当たったりとか、そういう感じで、情報を得てました。で、最近になると、
AI が結構発達しましたので、AI に聞いたりとかして、ヒントもらったりとか、で、そこから深掘りしていくとか、そういった感じのことで情報収集している感じです。おお、AI をも活用されて、AI 嘘つきません。大丈夫ですか？一応、知識が、自分の中で知識はある程度あるので、ああ、それそっかそっか。嘘だろうっていうとかいうのは分かったりとか、あと、どうかなっていう時にはさらに突っ込んで調べたりとかするので、そこまでの怖さっていうのはないです。だからちゃんと知識がある前提で調べられているってことですね。うんそううん。ですね、はい。ありがとうございます。そして次こちら、癌になる前と後で変わったこと。はい。こう、前立腺癌にね、大戸さんがなる前と後でなんか意識的なもの、もしくはこう、何でしょう、習慣的なことでも何でも構わないんですけれども、何かこう、癌になる前と後で変わったことありますでしょうか？えーっと、生活自体はそこまで大きく変わってはいないかなと思います。ただ、気持ちの持ち方というか、そういうので、やっぱり、あの、うん、死に関してのこととか、あと、なんだろうね、生きることに関してとかはちょっと考えるようになったかなと思います。うーん。生きる、死ぬといったところ、具体的にはどういうふうに考えるようになったんでしょうか？そうですね。なんか、癌になる前までは、もっともっとなんか長生きするようなイメージというか、ふんわりとしたイメージはあったんですけども、そうではないなっていう思ってきたりとか、虚勢抵抗性、転生の虚勢抵抗性なんですけども、それの、ま余命の受容値というのがかなり短いんですよ。それで、わーって、そういうので、うん。うまあ、ん。ちょっとかなり意識したっていうのは、あります。そうか。その意識されて、何かこうん。う、なんでしょうね。あの、なんでしょう、大戸さんの場合、その死を意識するっていったところから、なんか人生を見つめ直すきっかけになったっていう風なことも、ちょっといただいているんですうん。けど、に関してはいかがですか？そうですね。妻との写真とか記録がほとんどなかったので、写真があまり好きじゃないっていうのもあったので、残してなかったんですけども、やっぱり写真とか動画とか残そうかなっていう。動画とか喋ってる言葉です。声ですね。とか残していこうかっていうのは、話をして、ちょっと撮るようになったかなっていうのはあります。ああ、本当ですか。はい。ガンノートもね、そういった中で、こう、ご出演もしかしたらいただいたのかなと、はい、思ってますが、違いますかね？そうですいません。すね。記録に残すっていうのはやっぱ重要かなっていうのがあったりとかして、そういった意味でも、ちょっと、ブログ結構書いたりとかしていたりしています。そう、そのブログなんですけれども、こうね、冒頭でこう、ご紹介したときに、このブログネーム、王さんっていうね、形でこう紹介を、させていただければということをね、お伝えをしていたんですけれども、ブログを、おとさん、癌になってからされてるんですよね。あ、はい、そうです。はい。これはやっぱりこう、残しておこうっていう思いがあってっていう形ですかね。そうですね。記録として残そうかなっていう感じです。亡くなった時にどうかっていうのはとりあえず置いといて、自分の、どう感じたのかとか、その時どう治療が行われたのかとか、どう副作用があったのかとかっていうのを、記録して、なんか見直すことがあったら見直したいなとか。で、また、そういう、前立腺がんの人にちょっとでも役に立てればいいかなっていう思いとかもあったりとかして、書き始めたっていうのはあります。ありがとうございます。じゃあ次ですね、こちら、あの時の自分へということで、あの時、癌告知のタイミング、もしくは治療中でもいつでも構わないんですけれども、何か自分で声をかけるとしたらどんな声をかけますでしょうはい。か？そうですね。52歳の時に1回、あの、PSA の異常があって、
精密検査を受けたんですけれども、その時に半年後とかにもう一回受ければよかったか、受けた方が良かったとか、あと、その53歳の時の、検診で異常値が見つかってから、ちょっと仕事が忙しかったりとか、いろいろあったりとかして、半年ぐらい、精密検査の時期が、後になってしまったんですけども、それも早めに行けばよかったというのは、伝えたいなと思っております。そっか。まあ伝え仕事いたかったな。ねえ、仕事忙しかったりとかするとね、ちょっと後回しになっちゃいますよね。ただその時にも、はい、大戸さんは、まあ、過去の自分に、ちゃんと検査しておけよっていうことを伝えたいということですね。そうですね、はい。あの、年だから、あの、前立腺したいだろうみたいな感じで甘く考えたりとかしないで、やっぱり生検を受ける機会があれば早くに生検を受けるとか、MRI を受けるとか、そういったのを、早め早めにやっておくと、ステージとかが早くて、根治できる可能性が高くなったかなっていうのは思います。うん。なのでね、もしご覧になっている方で何かこう要検査になっているであったりだとか、何か気になることあれば、ぜひね、病院でしっかり見てもらえたらということ思います。はい。その通りそして、こちら、大切にしたいこと、夢や目標など、今の大戸さんの中で何かあれば、ちょっと教えていただけますでしょうか？そうですね。妻から70歳まで生きろというふうに言われてるんですけれども、ちょっと無理じゃんとか思ってたんですけれども、治験薬がある程度うまく走行してくれれば、もうちょっと生きられるかなというふうに思ってるので、あんまり、悲観せず、副作用とか、もう重かったらやっぱり脱落というのもあるんですけども、あんまり頑張りすぎないで、なんかうまく乗り切っていければなというふうに思っております。ねえ、いや、本当に、ぜひぜひ、それを乗り切って、70歳でね、奥様と一緒にこう祝っていただければ、本当それに越したことはないかなと思います。ありがとうございます。そして、インフォメーションにここからちょっと移らせていただきます。がんノートですね、がん経験者のインタビュー、YouTube 番組でもちろんございまして、少しね、がん経験者のインタビュー、ユーモアを交えながらってありますけれども、全くすいません。なんか、結構しっかり話にこう、聞き入っちゃってすいません。全くこう、ユーモラスな部分はないですけれども、ただ暗くなりすぎず、ちょっと話ができたらなっていうことだけは思っております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児など、そういった、医療だけではない生活の部分にも、フォーカスしてお届けしております。またですね、がん経験者のリアルな生活っていう風な本、こちらもぜひもしよかったらチェックしてもらえたらと思いますし、オーディブルなどにもありますので、こちらもぜひ聞いてみてもらえたらと思います。またですね、見てくださっている方にこう、チャンネル登録、こうしてもらえたらなということを思っておりまして、もしよければ、チャンネル登録や高評価、そしてコメントなどで応援してもらえると嬉しいなと思います。そしてね、ご自身がもしがんノートによかったらもし出てみたいよっていう方は、ホームページから、応募出演フォームといったものもございますので、ぜひぜひこちらも、ご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。といった中で、はい、最後のメッセージといったところになりました。大戸さんからですね、視聴者の皆さんへのメッセージとしてはこんな言葉をいただいております。自分事として考え、納得して治療を受ける。これはやっぱり納得していない状況とか、言われたから、こうだったみたいな感じで流されるとか、そういった形で、結果が良ければ良いんですけれども、結果が悪かった時とか、こんなんじゃなかったとか、そういった時に、すごく後悔をしてしまうっていうことになったりとかするので、やっぱり自分が受けるもので、それに対してどう納得するか。で、納得してそれの治療を受けるということで、やっぱり後悔が少なくなるというふうに考えています。そういったことから、私は結構、主治医に対してこれしたい、あれしたいとか、話をしたりとかして、やっぱり自分で掴み取っていくっていうところがやっぱりあって、納得して結構いけてるかなと思っております。
以上になります。いや、ほんとね、大戸さんのこの納得して治療を受けるってところでいろんな情報をね、得られて、そして医療者にもこうじゃないですかって提案されていく、そんなやっぱ姿勢っていうのが、いや、すごいなってほんとに思います。なんか、やっぱこう、大戸さんの中でやっぱこう、ね、後悔はしたくないって言うとちょっとあれかもしんないですけど、そういった思いっていうのは強いんですかね？そうですね、はい。うん。今結構重い状態までなってるんですけれども、それでもやっぱり納得感があったので、ああしておけばよかったっていう強い思いっていうのは、ないことはないんですけれども、やっぱりそこまでは強くないっていうか、後悔だけで厳しくなるっていう感じではなくなっているかなと思っています。うん。はい。いや、大戸さんのね、いろいろお話、ちょっとお伺いをしていきましたけれども、大戸さん、ね、これでがんノート、インタビューインタビュー終わっていくんですけれども、大戸さん、この時間いかがでしたでしょうか？はい、楽しんで、過ごさせていただきました。ほんとに楽しんでいただきました。はい、はい、はい。めちゃくちゃこう悩ませてしまったんじゃないかなってすごく思ってるんですけど、ちゃんと楽しんでいただけましたかね？すいません。はい、大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。で、ほんと前立腺がんの経験談っていうのは、がんノートでも、少なかったりとかしますので、この大戸さんのね、お話が皆さんの何かのヒントになれば嬉しいなということを思っております。はい。それではですね、皆さんまた次の動画でお会いできたらと思います。それでは皆さん、バイバーイ。